Olá pessoal, eu sou a Fuji, vindo do Japão. Neste canal compartilho todos os sábados pouco de meu dia a dia real aqui no Brasil, visto pelos olhos de uma japonesa. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para apoiar. 前回の動画では本当にたくさんのお祝いコメントをいただきありがとうございました。今までの人生で一番多くの方におめでとうと言っていただけた誕生日でした。正直なところ、家で一人動画を編集していると同じ映像を何度も見返すので、これあんまり面白くないかもと思えてしまうことがよくあります。でもそんな時に皆さんから届くいいねやコメントが本当に大きな励みになっています。毎回の動画作りのモチベーションはまさに皆さんからの応援です。そして実はここ最近、視聴者さんに外で声をかけてもらうことが急に増えてとても驚いています。先日クリチバで開催された日本のお祭りや知り合いの紹介で参加したコーヒー工場の見学ツアー、さらに久しぶりに再開した公園でのウォーキングでもお散歩中の方に声をかけていただきました。今回はそんなここ数週間の出来事を振り返っていきたいと思います。ブラジルライフ。さて、ブラジルでは日本と季節が真逆。先週9月22日、こちらでは春分を迎えてクリチバで春祭りという日本のお祭りが開催されました。実は以前の動画でも紹介しましたが、7月にも同じ会場で移民祭りという大きなお祭りがありました。短い期間にこんなに大規模なお祭りが2回も開催されるなんて、日本の活気を感じますね。今回も会場は大にぎわい。チケット売り場には長い列ができていました。そして来場者はアジア系よりもブラジルの方が圧倒的に多いです。これだけ多くの方が日本文化に興味を持ってきてくださっているのを見ると、私は主催者でも何でもないですが、日本人としてとても嬉しくなりました。会場の出展や展示は日本の弓道や書道、盆栽、生け花、指圧のマッサージなど、内容は7月の時とほぼ同じでしたが、それでもたくさんの人で賑わっていました。やっぱりお祭りといえば屋台。今回もメニュー表を見ながら食べたいものを選びます。種類が多すぎてこれが毎回本当に難しいです。せっかくなので前回食べ損ねたものを選ぼうと思い即決したのはちゃんぽん。ラーメンは街中でもよく見かけますが、ちゃんぽんはここでしか食べられないなと思いました。そしてなんと偶然にも前回焼きそばを食べた屋台と同じ方のお店でした。しかもそのオーナーさんはこのチャンネルの視聴者さん。日本からブラジルへ移住してきた日本人ご夫婦で、さすが本場の味です。やっぱり日系の方が作る日本料理と日本から来た日本人の人が作る料理って同じ日本食でも見た目も味も微妙に違うんですよね。だから日本からやってきた私は自然と日本人の人が作る日本料理に惹かれてしまうんだなと思います。今回のちゃんぽんも母国の味そのままで本当に美味しくて安心できる味でした。これを食べられただけでこのお祭りに来た価値があります。そして前回お腹いっぱいになって食べ損ねてしまった大判焼きも購入。ただなぜか名前は金つばと書かれていて、これはどう見ても大判焼きじゃないかなと頭の中にハテナが浮かびます。私は金つばも大判焼きもどちらも好きなので、まあどっちでもいいかっていう感じですが、実際の食べ物と名前が一致しないっていうことも私の中ではブラジルあるあるの一つです。片言のポルトガル語で注文したら日本人だとバレてしまい、日本語で対応してくれて嬉しかったです。ちなみに大判焼きって日本でも地域によって呼び方が違いますよね。関東では今川焼き、関西では回転焼きなんて言ったりもします。ややこしい食べ物ですが、
なぜここでは金つばになったのかとても興味深かったです。さらに前回飲んで美味しかった抹茶ラテもリピート。頑張ってポルトガル語で注文しましたが、普通のミルクかオートミルクかという質問が聞き取れず、想定外のことを聞かれるとやっぱりまだ難しいなと実感します。一方ブラジル人の夫は日本のお祭りに来てもやっぱりシュラスコ。もちろん安定の美味しさでした。そしてなんとここのスタッフさんもチャンネルの視聴者さんのようで、あ、フーチさんですよねと声をかけてくれました。目立ちます。ありがとうございます。いつも。bem interessante, né? とても楽しみです。ありがとうございます。どうして分かったのか聞いたら、ジンバルを持って撮影していたからだそうです。確かにそんな機材を持って撮影している人は他にいなかったので、結構目立っていたんだなと気づきました。その後もフーチだよねと英語で声をかけてもらったり、夫にもしかして隣の女性はブラジルライフの人ですかと聞かれたり、前回のお祭りでは全くなかったのに今回は立て続けに声をかけられて本当にびっくりしました。でも同時にこんな地元の方々にもチャンネルを見ていただけてるんだと知ってとても嬉しくて感動しました。日系の方や日本とのハーフの方、以前日本に留学していた方など、いろんな背景を持つ方々が見てくださっていると知って本当に幸せな気持ちになりました。もちろんコメントも嬉しいですが、こうして直接お会いできると応援してもらえていることを肌で感じられます。声をかけるのもきっと勇気がいることだと思うんですが、今回声をかけてくださった皆さん、本当にありがとうございました。ブラジルライフ。さて、続いては先日参加したコーヒー工場の見学ツアーのお話です。こちらで知り合った日本人の方のご紹介で、日系の方が経営されている工場を見学させていただきました。参加者の皆さんは駐在の奥様方が多かった印象で、なんとこのチャンネルを見てくださっている方々にも数名お会いできました。私がクリチバに来た当初は日本人の方たちがなかなか見つからず、 SNS で発信している人も見つかりませんでした。それなら自分が発信してみようと思って始めた YouTube ですが、こうしてつながりができて情報交換もできるようになり、本当にやっててよかったなぁと感じています。ちなみに私はもともとコーヒーをあまり飲まない人間だったのですが、ブラジルに来て夫の影響で飲むようになりました。どちらかというと飲むよりも香りを嗅ぐのが大好きです。特に朝の入れたてのコーヒーの匂いは最高で、気分が一気に上がります。なので今回のツアーもとても楽しみにしていました。工場に入るとまず自家製コーヒーと豪華なパンやスイーツでおもてなし。中でもあんことさつまいも入りのパステルが本当に絶品でした。みんなで美味しいコーヒーを飲みながらコーヒーの収穫や製造方法について学んだのですが、まるで学生時代に戻ったようでとても楽しかったです。やっぱり新しいことを学ぶのはいいですね。普段のお散歩でもコーヒーの木は時々見かけますが、実を食べたのは今回が初めて。食感はチェリーのようで、ほんのり酸味と甘みがありました。味は全然コーヒーではありません。中に2つの種が入っていて、まさにコーヒー豆の形。これを焙煎して飲み物にしようって考えた人って本当にすごいですよね。そしてこの日一番衝撃を受けたのがコピルアクという、なんと猫の糞から作られるコーヒーです。インドネシアのジャコウネコが食べた豆が体内を通り発酵して特別な風味が生まれるそうです。タイでは象の糞から作られるものもあって、世界で最も高価なコーヒーの一つとされているそう。これこそ最初に考えた人はすごすぎますよね。私はちょっと試す勇気はありませんが、
もし飲んだことがある方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えてください。その後は実際にコーヒー豆の焙煎工程を見学しました。工場内に漂う香ばしい香りがたまりません。入りたての豆を試食させていただいたのですが、思ってたより苦味が全然なくて、とても香ばしく美味しかったです。日本にあるお菓子の麦チョコに少し似ていました。私はコーヒーに詳しいわけではありませんが、それでもスーパーで買う市販のものとはまるで違うと実感しました。こちらのコーヒーはフルーティーで優しい味わい。お土産に家にも持って帰ったのですが、ブラジル人の夫もこのコーヒー香りがめちゃくちゃいいねと大絶賛。また日本に持って帰りたいお土産が一つ増えました。ブラジルライフ。ところで最近またウォーキングを始めました。YouTube を始める前は毎朝1時間ほど歩いてたんですが、最近は一日中家から出ない日もあったりして、これはいけないと思い、久しぶりに公園へ出かけました。久々に長距離を歩いたせいか、少し疲れてベンチで休んでいると、おはようございますと日本語で声をかけられてびっくり。なんとここでも私のチャンネルの視聴者さんでした。その方は日系の女性で、日本語を忘れないために私の動画を見てくださっているとのこと。私の何気ない投稿が誰かのお役に立てていると知って本当に嬉しかったです。80代の女性でしたが、毎日ウォーキングをされていて、とても若々しく60代ぐらいにしか見えませんでした。改めて日々のトレーニングの大切さを実感したし、私もぜひ見習いたいなと思いました。ブラジルライフ。そんな感じでこの数週間は視聴者さんと実際にお会いできるという感動の日々が続きました。コメント欄を見ていても皆さん本当に温かい方ばかりだなと思うのですが、実際にお会いしてみてもやっぱり皆さんとても話しやすくて温かい方ばかりで感激しました。もしクリチバでそれっぽい人物を見かけたら、ぜひ気軽に声をかけてください。それでは今日はこの辺で。今日の動画面白かったよという方は、いいねとチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。Obrigada por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!